この前ね、雨の中、ここにセンサーを取り付けたんですけど、これね、配線がバラバラしないようにくくっとかなあかんなと思ってます。あ、こんなとこクモの巣張っとんがな。コルゲートチューブね、取ってきました。ちょっとぶっとい。長雨でしたね。ずっと雨やった。なかなかね、ここちゃんとしとこうと思って、雨の中で作業するの嫌やからね、進みませんでしたいうか、どうせまあね、その間は乗れへんからということでしてませんでした。はい、そしたら上ね、ちゃんと精選して、センサーがないここだったらびしょ濡れになっちゃうんで、防水ね処理、防水処理言うてもコーキングで巻くぐらいしかできないんですけど、これ遠視ロックが外れてるのか止めときましょう。はい、 OK です。コルゲートチューブね、もうちょっとだけ入れときましょう。つなぎ目はね、テープ巻いて、そしたらこれね、ちょっと防水が全くされてないので、防水をしようということで、まずコーキングでね固めちゃおう。ちょっと綺麗にできひんかったんかって言われそうやけど、できひんねんな。さあ、そしたら蓋閉めておこうか。これで乾いたらね、完成。はい、メーターの方もね、ご機嫌よく動いてくれてます。大丈夫ですね。ちょっとエンジンかけたらな、24.8V まで下がってきましたね。あとここね、この隙間の補修ね、前言ってたやつやらないとダメですね。はい、またやっていきたいと思います。今回はね、ちょっとシャワーやっていこうかなと思っております。シャワー何すんのってね、いや、シャワー浴びるんじゃないんですよ。実はね、先日、シャワーとか温泉施設が近くにないキャンプ場で車中泊したんですね。で、その時に初めて本気でシャワーを浴びてみました。シャンプーで頭も洗ってね、トリートメントもしてね、したらですね、やっぱりちょっと弱いんですよね、水圧がね。それでその辺を改善してみようということで、今回はやっていこうと思います。ポンプオンにすると、水圧こんな感じ。今までね、普通にお湯を浴びる程度だったら全然困らなかったんですが、シャンプーで頭を洗うとなるとね、やっぱり弱いんですよ。こっちもね、食器洗うのにも、全然困ることはなかったんですよ。お湯もこの勢いで出ますんでね。
やっぱりシャンプートリートメントするときはちょっと弱いということで、ポンプをね、一つ強いのに変えてみようということで購入しました。今ついてるポンプがですね、このシーフロの 55PSI、そして3.8 バール、オープンフローが 11.3 リッターパーミニッツ、そして3.0 ガロンパーミニッツかなというこのポンプなんですけど、ちょっと大きいのにね変えようと思ってこちら購入しました。これが 18.9 リッターパーミニッツ、 5.0 ガロンパーミニッツですね。そして 60PSI ということで、そしてね、これ下についてるのはアキュムレーターね、タンク付きのやつをね買いました。アキュムレータータンクね、これをねここのスペースに入れてやろうと思ってます。そしたらこれを交換していきたいと思います。そしてですね、これポンプね交換するにあたってですね、このポンプはマックスアンペアが 7.5 アンペアなんですけど、こっちねマックス17アンペアなんですよ。これね、今はねこのスイッチを通ってきてるんで、これね、でこのスイッチには排水ポンプも一緒にここ通ってるんですよ。そうするとですね、電流オーバーになっちゃってですね、これおそらくスイッチの許容が15アンペアなので、このポンプ一つだけでもねオーバーなんですね。ちょっとこのスイッチが持たないなということで、ポンプの近くにリレーを設けてですね、ポンプのとこまで別に電源を持っていこうと思います。そしてそのポンプのところにつけるリレーは今回これを使いたいと思います。これね、この細い線がリレーで、こっちが端子側 12V ですよね。 12V40 アンペア、これが通電するとなります。でね、これ接点側ね。そして電源 12V、これはプラスマイナスがあるのかい？はい。そしたら繋いでみましょう。プラスマイナスないのかな？なんかなさそう。なさそうやね。プラマイね。そういうことですわ。はい。そしたらポンプに新しく持っていく電源線作ります。マイナス側はね、別に引っ張る必要はないんやけどな、スイッチ通ってないからな。まあええか、つなぎやすいから一応引っ張っとこうか。わかりやすいしね。そして今回はちゃんとパンツ履かせるのを忘れんようにしましょう。このギボシなんか弱いな。この強そうなやつでいきましょうか。ちょっと強そうなやつをね、強そうかなと思って買ってみました。どうなんでしょう。オスとメスが混ざってますね。使いにくいね。パンツも全然ちゃうな。しっかりしてますね。丈夫なパンツ。なかなか丈夫なパンツやな、これ。これもちゃんと入れやすいし。そしたらこっちプラス側、はい、入りました。そしてこっちのね、これを付け替えましょう。ちゃう、これです。それともう一個こっちもね。
できました。あ、ほんでポンプやね。ポンプのところのギボシもなんか形がちゃうから変えときましょうか。はい、完了。ちょうどこんなとこにね、ネジ穴があるんで、ここにつけちゃおうか。これね、いい感じじゃない？そして線はね、これが出力側。大丈夫？これ。40アンペアって書いてあるから、40アンペア対応なんでしょうね、これね。で、これ向こうのね、電源につなぐやつね。じゃあ向こう行きましょうか。これ。そしてね、アキュムレーターが、この辺に収まる予定なんでございますが、若干幅が入らねえ。足のね。そして電源ここ。よいしょ。そして、プラス側はリレーの入り口にね、これね、映ってる？よいしょ。フューズ取ってきました。30アン。オッケー。これを外そうかな。はい。こいつをちょっとここ足が入る分だけカットしてこようかっていうか、なんかクッション材かますかもしれへんから、これを薄くしてこようか。ここね、カットしてきました。テーブルソーでね切ってきました。これでこの隙間に入るかな。入りましたね。そしたら給水これつなげれるかな。とりあえず圧を抜きましょう、水道のね。あ、なんでギボシが取れてもマジか。これを外して、まずこれを外してここに入れたな。これでも直角が欲しいよな。で、これをここに、無理か、届かんか。こうか。こういうこと。そしてここやな。ここにも出口は直角がないとはまらん。下も無理やってな。こう上から。切らんと入らんか。ユニオンを打ったらいいけどな。ユニオンないもんな。とりあえず繋いでみるか。
そしたらこれリレーに接続したらめっちゃ静かやねこれ。ちょっと水がタンク少ないから入れてきます。一応仮の接続が完了しました。これのね、ちょっと線というか配管長いんで、ここね、切ってつなぎたいと思います。ユニオンでね、ちょっと短くしていけたらなと思います。で、ユニオンと、あと、この下に引くゴムマットかなんか買ってこようかな。ゴムマットかまして、そしてネジ止めしましょうか。それをちょっと買ってきます。はい、ゴム板買ってきました。こうやってね、ゴム板にワッシャーとネジつけて、上からはこれで留めます。そして、今のところ、水漏れは大丈夫やね。はい、漏れてない。そしたら、ここね、このパイプをちょっと短くして収めたいと思います。で、買ってきたのはこれ。はい、接続完了。ここ止めようか。この線こっちやんの忘れと、こいつをこっちに移そうと思っとったのに。そしたらこのネジ止めようか。これもこっち止めようか。これこっちに止めたらここ結構広く使えるんよな。よし、止めようか。はい、そしたらこれも止めましょうか。この辺に止めとくか。ここがね、広く使えるんで、ここはこれをね、こっちにいかんように止めときましょう。そしたらこのパイプもね、当たらんで済むんで、ワイングラス入れるとこがね、なくなっちゃいました。まあいいか。今ポンプスイッチ入れます。静かやね、大きいポンプね。水漏れはないね、大丈夫やね。この辺。たらこれでだいたい OK かな。いけたかな。今日はですね、7月の11日土曜日、新鮮なシャワーシーンをお届けしようということでですね、動画公開当日に撮影しております。そういうわけじゃないんですけども、シャワーのポンプ交換が完了しまして、シャワーは強くなったのか試してみようということでですね、今朝ちょっと、ランニングしてきたんでね、ランニング終わりにシャワーを本気でシャンプーもねして浴びてみたいと思っております。これでもし圧が弱すぎるとなると、このねシャワーヘッドの問題なのか、結構ねシャワーにしてもジャバジャバジャバって感じで出るので、ちょっと穴が大きすぎるのかもしれないですよね。まあ試してみたいと思います。流量はね結構増えてるような感じがします。でポンプはね
すごく静かになりました。大きいのに変えると。シャンプーは、どれ？シャンプー、これやね。もうね、メガネがないと見えへんから、困っちゃいますよね。流量がやっぱりちょっと増えてますね。でもね、勢いがやっぱりちょっと足りひんな。このシャンプーも前よりはスッと流れるようになりました。まあ、あれかな。ちょっと勢いはシャワーヘッドの問題なのかもしれないですね。お湯でね、こんだけの勢いが出れば、勢いというかね、まあ流量が出ればね、まあまあ十分じゃないかな、と思いますね。でもまあ思ってたようにね、シャーって感じで、まあ、出ればよかったんですけど、ちょっとそこまではいかなかったですね。これ、トリートメントかな。あ、排水ポンプの音がちょっと聞こえますね。そしたらトリートメントを受けた状態で体を洗っていきましょう。はい、そしたらトリートメントを流していきます。ポンプ変えてみた結果、流量はちょっと増えた感じがします。それで圧力の方はね、大して変わってません。ちょっと残念。もうちょっとね、強くなってくれたら嬉しかったんですけどね。でも、船とかね、キャンピングカーにつけるポンプの中では、結構強い方のポンプつけたんですけどね、もともとね、強いのつけてて、そこからさらにワンランク上のやつつけてみたんですけど、そうね、思ったほど強くはなりませんでした。残念。これね、このシャワーヘッドの問題なのか、なんだかよくわかりませんけどね。船とかね、キャンピングカーでもっとシャーってね、出るポンプつけてる方いらっしゃいましたらね、ぜひコメント欄の方で教えていただければありがたいなと思います。できればね、静かでハイパワーのモーターね、ポンプねがあればぜひよろしくお願いします。はい、さっぱりしました。それでは今日の動画はこの辺で、また次の動画をお楽しみに。またね、どんどんこのキャンピングカーもね、進化させていいものにしていきたいと思いますんでね、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた。車中泊、キャンプ、旅、登山などのアウトドアの動画はサブチャンネルにアップしています。こちらのチャンネルもぜひ見てくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。